2024年は1184件となっており、毎日3人以上のビザが消えている計算になります。こんにちは、りゅうこです。日本で暮らす外国人の皆さん、突然ですが質問です。毎年約1200人もの外国人の方々がビザを取り消されている事実をご存知でしょうか？自分は大丈夫と思っているあなた、本当に大丈夫でしょうか？今日は出入国在留管理庁の公式データをもとに、どの国籍の人がどんな理由で在留資格を取り消されて出国しているのか、そしてあなたがそうならないために何をすべきなのかを解説していきます。それでは今日お話しする内容はこちらです。まず最初に日本全体の在留外国人の人数とビザの取り消し件数が今どうなっているのか、直近3年の最新データを見ていきます。さらに直近3年間でどの国籍の人たちが最も多く在留資格を取り消されていたのか、その背景とともに国籍ワースト3を解説し、なぜビザが取り消されていたのか、主な取り消し理由3つと具体例も見ていき、今日本に在留している外国人の方々にビザを取り消されないために今日から実践できる対策をお話しできればと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにしてぜひ最後までチェックしてみてください。それでは最初に日本全体の状況を見ていきたいと思います。こちらのデータは日本に在留する外国人の推移ですが、2022年は307万5213人で前年比プラス 11.4%、2023年は341万992人で前年比プラス 10.9%、2024年が376万8977人で前年比プラス 10.5% となっています。増加理由としては特定技能ビザの制度が拡大して3年間の累計で約17万人以上が増加しました。また、留学ビザはコロナ制限解除後の回復と、技能実習ビザや就労権のビザは労働力需要が背景となっています。2024年の在留外国人を国籍別で見ると、1位は中国で人数最多を維持しつつ、前年から約5万人と毎年安定して増加し、2位のベトナムは3年間で約11万人の増加を記録して増加幅で最大となっています。ネパールは急上昇していて、プラス4万人となり、5位に浮上しました。しかしその一方で在留資格の取り消し件数も高い水準で推移しており、2022年は1125件、2023年は1240件、2024年は1184件となっており、毎日3人以上のビザが消えている計算になります。では、一体どんな国の人たちが在留資格を取り消されていたのか、国籍ワースト3を見ていきます。それでは在留資格の取り消し件数が最も多かったワースト1位の国籍はベトナムです。データを見てみると2022年が804件で取り消し件数全体の 72%、2023年は812件で全体の 66%、2024年は784件で全体の 66% でした。3年連続で圧倒的な1位となっており、なんと在留資格取り消し全体の6割以上がベトナム国籍の方でした。背景としては、借金を抱えて来日した技能実習生がより高い賃金を求めて実習先を失踪したり、別の場所で不法就労するケースが非常に多いようです。また、留学生として入国しながら実際には学校に通わず、本来の学業を放棄して不法就労しているケースも目立ちます。続いて、在留資格の取り消し件数が多かった国籍ワースト2位は中国です。2022年は146件で全体の 13%、2023年は220件で全体の 18%、2024年は109件で全体の 9% でした。中国は3年連続で2位でしたが、興味深いことに2024年は前年の半数近くまで減少していました。取り消し理由としては、学歴や経歴を偽った虚偽申請やペーパーカンパニーによる経営管理ビザの不正取得、無償結婚、資格外活動などが見られたようです。そして在留資格の取り消し件数が多かった国籍ワースト3は毎年顔ぶれが変わっていました。
2022年はカンボジアの53件で全体の 5%、2023年はインドネシアの57件で 5%、2024年はネパールの60件で 5% でした。これらの国々に共通しているのは、技能実習生や留学生として来日する人が急増しているということです。特にネパールは近年留学生が急増しており、それに伴ってアルバイト時間超過などの問題が増えています。インドネシアでは技能実習生の失踪や実習先とのトラブルが背景にあるケースが見られます。カンボジアも技能実習制度における課題が顕在化しているようです。それでは、どんな理由で在留資格が取り消されているのか具体例とともに見ていきます。まず1つ目の取り消し理由は、許可された本来の在留活動を3ヶ月以上行わず、日本に在留している場合です。例えば、技能実習生が失踪して3ヶ月以上何もせず日本に在留していたケースとか、留学生が学校を除籍された後3ヶ月以上何もしていなかったようなケースです。言い換えると、正当な理由がないのに3ヶ月以上の活動実態がない場合になります。最初のうちは体調不良かなとか、転職活動中かなという可能性もありますが、3ヶ月経った時点で正当な理由がないなら、これ以上は在留資格を認められないよとなり、取り消しに至ります。今、在留活動をしていない方は3ヶ月経つ前に正しい在留活動を再開しましょう。2024年の取り消し件数1185件のうち761件がこの理由で取り消されていて、一番多くなっていました。続いて2つ目の取り消し理由は、許可された本来の在留活動を行わず他の活動を行っていた場合です。例えば、技能実習生が失踪して他の会社で働いていたケースや、留学生が学業をせずにアルバイトに専念していたようなケースです。この場合は、もともと許可されていた在留活動を継続する意思がなく、明らかに本来の目的と違う活動をしていることとなるので、あなたはビザの目的と違うことをしているよねと判断された結果、取り消しに至ります。2024年は1185件のうち303件がこの理由で取り消されており、2番目に多くなっていました。そして3つ目の取り消し理由は、不正な手段によって在留資格を取得した場合です。例えば、日本人との婚姻を偽装し、婚姻の実態があるかのように装って許可を取得したようなケースや、実際には卒業していない大学の卒業証明書を提出して許可を得ていたけども、後に偽造が発覚し取り消されたケースなどです。2024年は1185件中72件がこの理由で取り消されており、3番目に多い結果となっています。さて、ここまで聞いて少し不安になった外国人の方々もいるかもしれませんが、これからお話しすることをしっかり守れば心配することはありませんので、一緒に確認していきましょう。それと、大前提として嘘をつかないことや虚偽申請をしないことだったり、在留期限内に更新や変更の手続きをすることは基本中の基本なので、これ以外について2点今日はお話ししていきます。それでは、ビザを守るための対策1点目ですが、自分のビザは何ができて何ができないのかを正しく知るということです。知らなかった、みんながやっているから大丈夫だと思う。その言い訳は残念ながら入管庁には通用しません。ビザの種類によって許可されている活動の範囲が人それぞれ違いますので、自分のビザの活動内容を正しく理解して守ってください。例えば、留学ビザの方はほとんどが週28時間以内であればアルバイトが許可されているのかと思いますが、これを超える勤務は不法就労とみなされます。アルバイトを掛け持ちしている方は自分の労働時間をしっかり管理してください。そして、技術人文知識国際業務ビザなどの就労系のビザをお持ちの方は、特定の業種、職種や専門知識、技術を生かす仕事に限られていますので、これに反する業務を行うことはできません。さらに、技能実習生の皆さんは、日本に来る前に決められた技能実習計画に書かれている業務しかできませんので、アルバイトなどはできません。もし仮に許可されていない活動や10日勤務を行うと在留資格の取り消しにつながります。
さらに、ビザを守るための対策2つ目ですが、転職や退学や離婚など在留状況が変わったときは14日以内に届け出を出すことです。日本で生活している外国人の方々は在留状況が変わった場合、こちらの届け出を出す義務がありますので忘れないようにしてください。例えば、留学ビザの方は転校や編入や退学をしたとき、または学校が閉校したときや学校の名称や所在地が変わったときに届け出が必要となります。同じ大学内で進学するときや長期休学の場合も状況によっては届け出が必要になるので確認してください。また、ユース人文地域国際業務ビザなどの就労系のビザをお持ちの方は、退職や転職をしたときと、働いている会社が消滅したときや、会社の名称や所在地が変わったときに必要となります。さらに、日本人の配偶者ビザや家族滞在ビザの方は、離婚や死別したときなどに必要となります。そしてこの届け出は学校や会社が行うものではなく、原則としてビザを持つご本人が14日以内に入管庁に届け出を行う義務があります。郵送や窓口提出のほか、オンラインでもできるようになっていますが、もしこの届け出をうっかり忘れたり、嘘の届け出をした場合は、罰則が規定されているのと、場合によっては在留資格の取り消し対象にもなり得ます。届け出の書類も複数あって分かりづらいかとは思いますが、必ず出すようにしていただければと思います。それで、この届け出に関してはちょっとだけ怖い話をします。忘れないようにしていただくのもとても大切なことなんですけども、とりあえず出せばいいんでしょうという軽い考えで提出される方がいらっしゃいますが、入管庁は記載の内容まで見ています。特に就労系のビザの方が転職する際に多いんですけども、せっかく届け出を出しても記載内容が間違っていると次のビザが許可されない可能性もあり得ますので、ビザ申請の時の書類と同じぐらい慎重に記載していただければと思います。それで自分の場合、どの届け出用紙を出せばいいのか、自分は何を書けばいいのか、どんな書類を準備すればいいのかわからないよといった方は、動画の説明欄から LINE に登録していただくと、登録者限定でビザの無料相談を行っていますので、ぜひご活用ください。はい、今日お話しした内容を振り返ります。入管庁のデータをもとに直近3年間の在留外国人の推移とビザを取り消されている件数を見ました。その中で取り消されていた国籍に注目してワースト3をお伝えしました。2024年を見てみると、ワースト1位が全体の 66% を占めていたベトナム、2位が中国で全体の 9%、3位がネパールで 5% という結果でした。さらに、ビザを取り消された理由で一番多かったのが、正当な理由がなく3ヶ月以上の活動実態がない場合で、技能実習生が失踪して3ヶ月以上何もしなかったケースなど、次に多かった取り消し理由が許可された本来の在留活動を行わず、他の活動を行っていた場合で、留学生が学校を除籍された後、学業ではなくアルバイトに専念していたケースなどでした。最後に、皆さんのビザが取り消されないために今日からできることとして、自分のビザの活動範囲を理解し遵守することと、転職、退学、離婚など在留状況が変わったときは14日以内に届け出をすることについてお話ししました。そして今日は在留資格全体の取り消し件数や取り消し理由について見てきましたが、永住ビザの取り消しに関しては審査を厳しくする方向で現在政府が検討しています。この詳細については来年入管庁からガイドラインが公表される予定になっていますので、新しい動きがあったら動画にしていきたいと思います。また、外国人に関する様々な統計や気になるデータなども取り上げていきたいと思っていますので、引き続き情報をキャッチアップしていきたいという方はチャンネル登録をお願いします。今日の動画が皆さんのお役に立てば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。